始まりました。都市と写真。今回は曇りの日にどう撮るか、何を撮るかという話。ここは梅田のロフト前です。で、こっちが MBS 毎日放送のビルです。この日は大阪梅田の茶屋町というところに来ています。こっちは梅田芸術劇場。ざっと見てまずどこに目が行きますかね。こっちのビルは小さめ、ちょっと工事をしているようです。こういう曇りの日はなかなか被写体を見つけるのが難しいです。例えばこのビルにマスコットキャラクターがデカデカと飾ってあり、こういうのつい撮りたくなりますが、こういうのを撮るとどうしても物を撮った感じの写真になりがち。できれば避けたい被写体です。もうね、撮ってくださいって言ってるやつなんですよ。こういうのを撮ると負けです。街で見つけたファニーなもの、しかも今回のように誰もが目にする目立つものはスルーするのが基本です。じゃあ何を撮ればいいのって言った時に、曇りの日におすすめするのがビルです。建築物です。例えばこの角度、ここを中望遠 70mm ぐらいで切り取るとこんな感じになります。手前の黒いビルと上の方にちらっと見えるビル群を一つの平面として捉えた一枚になります。看板のような文字情報はできるだけなしにして、ビルの外壁だけで構成するとこのようにグラフィカルに切り取れます。次はちょっと道路を渡って右手に注目。ここは梅田芸術劇場。そこのビルの側面にある階段、そこはガラスになっていて綺麗なので、そこを狙ってみます。これも中望遠で切り取るといい感じになります。露出はアンダー。曇りの日の弱い光をうまく捉えると、このように建物の質感をきれいに出すことができます。はい、ほとんど移動せずにもう2枚も撮れました。都市部ではちょっと移動するだけ、ちょっと角度を変えるだけで写真となる被写体がたくさんあります。でも同時に不要なものも多いですし、被写体としていまいちなものも多いです。そこの選択が難しくなります。最初に見せたマスコットキャラクターのようなやつ、ああいった誰もが撮りたがるような目立つものを撮らないということ、まずはそこを意識してみましょう。さて次はちょっと移動してみます。はい、この辺は光がフラットであまり面白くないです。あとちょっと街路樹が邪魔でうまく構図が作れないと感じています。例えばこういうちょっと奇抜でおしゃれなビルもやはり物を取るという形になってしまうのでスルーします。ちょっと進んで見つけたのは左の細い路地というか、抜け道みたいなところですね。ここはすっきりしてそうです。ちょっと入ってみましょう。結構いいですね。上から光が入ってきて綺麗です。曇りの日でもこういう細い路地に入ると光を感じられます。ここで何枚か撮ってみました。はい、柔らかい光のグラデーションを見せつつ通行人も入れてという形で撮りました。曇りの日は細い路地に入り、まず影を作ってやりましょう。そうすることで弱い光を捉えることができます。次に行きます。この辺はおしゃれな洋服屋さんとかが多い若者の街で、僕がよく行くオフィス街とは全く違う雰囲気の街です。
あとここの路地もうちょっと面白そう。でも光は良くないですね。自転車も乱雑に並んでいて、ちょっとこれらをうまくまとめるのは難しそうです。何枚か撮りましたが、やっぱりいまいちでした。ここは諦めて先に進みます。5分ぐらい歩き、梅田駅に近づいてきました。途中からちょっと雨も降り始めています。最後に一つ良さそうなビルを発見。ここは50ミリくらいで狙っています。微妙に立ち位置を変えて角度を変えて何枚か撮りました。まずまずの出来かなと思います。今日撮った写真をおさらいしましょう。まずはこれ8点。重なり合うビルを平面的にうまく構成できたかなと思っています。光はここに当たっていて、そこから綺麗なグラデーションを見せています。次はこれ 8.5 点。建築物の形も面白いですし、その質感もうまく表現できたと思います。隣の建物がこのガラスの部分に映り込んでいるのも良いですね。次はこれ8点。上から入る光と犬の散歩、意外性があって面白いかなと思います。柔らかい光をうまく捉えました。あとこの出窓がアクセントになっています。最後はこれ7点。シンプルな構図、ビルの窓とこの斜めのラインにハイライトが入り、良いコントラストを形成していますが、ちょっと何かも足りない感じがあります。ということで今日は曇りで4枚。いつもとちょっとテイストが違うので自己採点も甘めです。曇りでコントラストがない日でもやはり写真としてはコントラストはある程度出していきたいです。そのための工夫が今日の動画に詰まっています。曇りの日はまず建築物を撮る、ビルの壁の質感をうまく表現してみましょう。あるいは暗い場所に入る、細い路地とかに入って弱い光をうまく捉えてみることを意識してみましょう。そしてそれとは別に情報量の多い町、今日みたいな梅田の茶屋町で被写体をどう選択していくかっていうことも参考になるのではないかと思います。今回は曇りの日何撮る問題についての動画でした。それではまた。